そうですね。まあそれもバランスですよね。もともとあったアイデンティティに拮抗するためには自ら選ぶ、自らそれを証明していく。ただ家業としてなんとなくやってるのではなくて、あくまで狂言に挑むのか、狂言を持って何かに挑むのか、そうした時のいつでもとにかく狂言というものが目の前にあって、それと格闘する、まあ自ら選び、だからこそ自分で証明するということですね。でもまあ僕はまだ欲が深いって言われるんですけど、いろんなことにこう不埒なんでしょうかね。興味がありすぎるですね。いろんなことやってみたいし、父の方がもっと割り切りが早いですよね。もう僕は自分は狂言だけですっていうような、もちろん父も他のジャンルの舞台芸術に携わったことはあるわけで、今でも新作のやる意識があったりとか意欲があったりってことはあるわけですけども、まあ僕の方がいろんな意味でこうそうですね、他のことに興味を持ってるんでしょうかね。父は映像はやらないですからね、コマーシャルが出ましたけど、まあそういう選択肢が多い中で、でも必ず狂言というものを規範にする、それは僕が自分で狂言を選んでそれを規範にしているということではあります。そうですね、まあ僕はその父にね、なぜ狂言やんなきゃいけないのかとか、そういうことは恐ろしくて聞けなかったですけどね。父に狂言やるってことは大変だよねって聞いたことあります。それくらいの覚悟は持った方がいい、まあいろんな意味で人に受け入れられなければ狂言は衰退滅亡するかもしれないわけですよね。それくらいの危機感を持たないとダメですよねと僕も聞いたつもりですし、父もそれに答えてくれています。まあそんな意味で狂言というものを継承するというのは、技術や家業として継承することは物理的には可能ですけども、これからの世の中で継承していく狂言のアイデンティティ、そしてそこに共存する自分のアイデンティティというものを背負ってやっていく、その覚悟を持った狂言師になってほしいなと思いますが、うちの祖父が父に強制的に狂言師になれとは言わなかったし、父も狂言師になれとは僕には言いませんでしたね。私も息子に狂言師になれというふうには言ったつもりはないんですね。なってほしいという願望はもちろんありますよ。そのために稽古をしプログラミングはしますけれども、最終的にはやっぱり自分で選んでほしい。できればそういう覚悟を持った狂言をやるという一つの覚悟を持って臨んでほしいなと思います。ありがとうございました。萬斎さん、収録以上で終了になります。長々とありがとうございました。最後に、番組今日の収録いかがだったでしょうか。
そうですね。まあちょっとサイボーグ009からちょっと息子へのコメントのところでね、不覚にも落類したというのはちょっと自分でも意外でしたね。意外と自分はやっぱり苦しいんだなってちょっと思いました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。